こんにちは。こんにちは。今回は本当にそう思うからそうなっていたです。これはいつも言ってる潜在意識のそう思うからそうなるの話のことですね。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになる。これが本当だったってこと。これが本当だったってはっきりと体感した人を今日はお伝えしようかなと思います。はい。M さんですね。はい。また M さんです。はい。潜在意識のヒントがいろいろ見つかるのではないかと思って、取り上げたいと思いました。はい。M さんは復縁しています。M さんおめでとうございます。だから報告動画でもいいんですけれど、ちょっと強調したいことがあって、通常動画の方にちょっとさせてもらいました。はい。あと M さんはニューヨーク在住です。なので背景もニューヨークの雰囲気がこの後出てくるので、はい。ですね、そしたらまずは M さんのことをどんなことがあったのか、ちょっと事実だけを一旦箇条書きにしてみますね。はい。2020年の年末に彼のことがいいなと思い、年明けに仲良くなる機会がある。仲良くなりかけたものの振られる。彼は彼女がいたけれど別れたことを知る。2月にお付き合い開始。6月中旬、別れを切り出される。7月半ば頃、彼に連絡し、復縁。そのすごい駆け足なんですけれども、こんな感じのざっくりした流れがあります。はい。ここからどのようなことがわかるのでしょうか。はい。M さん自身がこの1年以上かけて潜在意識について知るうちに、様々なことを実践してきたそうなんですね。それについては後でお伝えしますけれども、結局その褒め例を見つけて全部つながったそうなんですね。はい。で、何がつながったかっていうと、例えばこういう感じです。彼と付き合いたいと思ったから彼と仲良くなった。私じゃ付き合えない、ふさわしくないと思ったから振られた。彼と元彼女が付き合ってるんじゃないかと妄想しまくってたらそうなってた。私が彼の真の彼女だと思ったから彼と付き合った。全部がそう思うからそうなるだったって気づいたってことかな。はい、そこなんです。付き合いたいと思ったら仲良くなれたり、でも私じゃ無理だよなと思ったら振られたり、驚くほど思ったらその通りになってたと確信したそうなんですね。で、この今挙げた中ですごいなと思ったのは、彼と元彼女が付き合っているんじゃないかと妄想しまくってたらそうなってたっていうとこですね。でもこれ実はすごいあるあるだと思ってるんです。あるある。はい。気になる人がいて、彼でもいいんですけど、仲良くしている女の子がいるみたいな情報が入るとするじゃないですか。はい。ありますよね。そういう直接的なものじゃなくても、なんていうか、女性の影のようなものがちらつく時があるんですよね。はいはい。どういう時にちらつきます？何ですかね、あれは。直感っていうか、なんとなくいつもよりちょっとだけそっけないことが続いたりとかして、あれって思ってるうちに、SNS を見たらすっごい可愛い子と複数で写真に写ってるとか、そういう時にこの人とまさかなんかあるみたいに思い始めると止まらなくなることがあるんですよ。そういう話って本当によく聞くじゃないですか。はい。で、これ自体が想像みたいな考え方ができると思うんですね。想像。はい。彼女いるのかな？いるのかな？いるかわかんないよねっていう疑惑ぐらいでぼかしときゃいいんだけど、いるのかな？いるに決まってる。
完全にいるよねって、どんどんいるを強化してって、わざわざそういう状態を覗きに行ってるみたいな感じなんですよね。本当そうですね。彼女がいるかもなんてどう考えても自分にとって良くないことをわざわざ彼女がいるんだって先の先まで確定させに行ってる感じですよね。そうそう。M さんも彼の元彼女のことを付き合ってるんじゃないかって妄想しまくってたらその通りになってたみたいな感じなんですよね。まさに想像だと思います。なるほどね。M さんは自分のことをどちらかというとネガティブに捉えがちなところはあったのかね。あったんですよ。以前のご自分を自己否定、ネガティブ思考が全身に染みついていたと分析してるんです。で、2月にいよいよ付き合うことができてからも、こんな感じだったそうですね。私のネガティブ、古い思考パターン、エゴはとんでもなく根深く、せっかく彼と付き合って幸せなはずなのに、どうしても手放すことができませんでした。元彼女のこと、彼の周りにいる女の子たちのことが気になって仕方がありませんでした。彼と過ごす時間が増えると、今度は彼の言動やネガティブな思考が気になり始めました。別れたくない。でも彼の言動は気になる。見ないふり、考えない。自己評価が低い私は必死にいい彼女になろうと頑張りましたが、ギクシャクし始め、6月の半ばに別れを切り出されました。せっかく付き合えたのにね。そうなんだよね。自分なんてどうせっていう気持ちがどこかにあると、ふとした時にどうせ私なんてとか、私だからダメなのかなとかすぐ思っちゃうんだよね。まさにうまくいかないって思ってたらうまくいかなくなったになったわけですね。そうですね。ネガティブなとこっていうのは誰でもあるわけですし、ことさら否定する必要もないとは思うんですけど、あまりにも自分がダメっていうのが優先になりすぎていたら、なかなか当にうまくいっている私の意識にはなりにくいかなとは思いますよね。そうですね。なりにくいと思いますね。むしろ、うまくいかない私を強化する理由をもうあちこちから集めてきて、ほらやっぱり無理でしょとか、もう自己完結しちゃうことがありそうですね。M さんもそうでしたよね。そうだったんですよね。でもね、M さんは実にいろんなことにトライしてみるんですよ。この1年以上で M さんがやってみたことはこんな感じです。引き寄せノートを活用。私は彼の彼女と書いた。エイブラハムの17秒68秒ルールなどを使い思考を変えようとした。15分瞑想を30日間する。神崎メリさんの魔法のメス力とグッドウィル博士の本を読み、男女の違いなどを知る。メリさんの本やグッドウィル博士の本って恋愛の取扱説明書的な感覚でいいよね。恋愛心理だったりとか、男心とか男と女の違いのようなものが分かったりしますよね。M さんはこうした恋愛心理なども参考にしていったんですね。これはちょっと潜在意識と直接関係するわけではないですけれども、人それぞれのやり方があるもんね。エイブラハムの17秒っていうのは17秒感情を味わうと、その実現に向けて引き寄せが始まるっていうもので、それを4回繰り返して68秒になったら実現に向けて動くっていう話だよね。このあたりは検索すればいくらでも出てくると思うので、そちらにお譲りしますけれども、やれるものは積極的にやってるんですね、M さん。で、これ、そういうのが向いている人にはすごいいいんですね。義務感みたいになったら違ってきちゃうんですけど、楽しんでやってる分にはいくらやってもいい気がしますね。そうだよね。でもめぐるはやらないんだよね。ただ、めんどくさいだけです。めんどくさい。なんかそういうの何かやらないと叶わないみたいな気持ちはないの？ない
です。はいないですよね。でも、今めぐるも言ってましたけど、書くのが好きならノートを活用すればいいし、瞑想でリラックスできる人もいっぱいいるから、そういう場合は習慣にすればいいだろうし、とにかく自分に合ってる、自分が楽になるなら何だっていいんですよね。そうなんです。めぐるが何にもしないから何にもしない。でも何にもしないことでこれでいいのかなとか、どんどん不安が募るみたいな感じだったら、何かしらやった方がいいのかもしれないしさ、それはもうその一言に違うので。そうだよね。ちなみに M さんは瞑想に関しては15分瞑想を30日続けたそうです。そうなんです。こうおっしゃってました。何を引き寄せるか実験のつもりで、毎日どんなことがあったか記録し続けました。毎日自分に焦点を合わせ、自分に向き合い、エゴや悪い思考パターンをやめるために瞑想を1日に何度もすることも。どんどん自分の思考がポジティブになっていくのを感じました。M さんにすごく合ってたんだね。そうですね。あと、彼と一度付き合った時に、彼のネガティブな言動がすごく気になり始め、別れを切り出されて許せないと思うこともあったそうなんですね。でも、これについても、私がネガティブだから彼のネガティブ発言が嫌だった。自分のことが許せないから彼のことが許せなかったと気づいたそうです。M さんすごいね。よくそこまで気づいたよね。この考え方って結局ね、彼のネガティブが気になるとか、彼が許せないとか、相手の言動ありきの態度ではなくて、あくまでも自分を起点に戻してるっていう部分なんですよ、大事なのは。だから、私がネガティブだから彼のネガティブ発言が嫌だった。自分のことが許せないから彼のことが許せなかったになるんですよ。ちゃんと自分に引き戻してるんですね。で、それをご自分で徹底したっていうのがすごいなと思いました。いや、本当ですね。M さんの考え方、参考になる部分はぜひ取り入れてみてくださいね。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。